ごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題はウクライナ関連ニュース。これまでとは全く変わった一つ大きな動きが発生しています。それはロシア人で構成された反プーチン政権の武装集団がロシア本国領を襲撃したというのです。この集団は自由ロシア軍と名乗り、ウクライナ国境側からロシアのベルゴロド州へと進撃したというのです。今回の動画ではどのような流れで自由ロシア軍が進撃し、現在のところどうなっているか、そしてこれが全体の戦局に対してどのような位置づけなのかを解説していこうと思います。それでは早速関連ニュースを見ていきましょう。ロシア、ウクライナから領内侵入の集団と戦闘と発表。ウクライナ側はパルチザン運動だと。ロシア当局は22日、同国西部ベロゴロド州にウクライナから武装集団が侵入し、衝突によって多数の死傷者が出ているとした。ベルゴロド州の知事は、破壊工作員らがグライボロンスキー地区を攻撃し、ロシア軍が捜索中だとした。戦闘で住宅3棟と地元の行政庁舎が損壊し、極めて緊迫した状況が続いているという。ウクライナは関与を否定。背後には2つの準軍事集団、自由ロシア軍団とロシア義勇軍団に属するロシア人らが背後にいるとした。自由ロシア軍団は、ウクライナを拠点とするロシア人の民兵組織で、プーチン氏の打倒を掲げて、ロシア国内で活動しているとされる。22日にはツイッターで、国境の町コジンカを完全に解放したと宣言。さらに、東の町グライボロンに前方部隊が進んだとした。ウクライナのサク国防省顧問は、これらの攻撃の背後には、テロリスト政権の行為にうんざりしているロシア国民がいると、BBC ラジオの番組でコメントした。サク氏は、ロシアのパルチザン運動が拡大していると指摘した。それでは場所を確認しておきましょう。今回の話の舞台はグライボロン。ウクライナの北部、ロシアとの国境近くの町です。本来であれば、ウクライナ・ロシア国境においては、ロシア軍が陣地を構築し、それに伴って侵入は非常に難しいとされていました。実際ロシア側はお金をかけて、ここに掲載しているような塹壕陣地であったり、装甲車両の前進を阻むための竜の歯などを大量に並べて備えているはずでした。ところが今回、そのような国境を守るための陣地は全くの無意味だったと見られます。そもそも兵士が配置されていなかったのか、それともこの地においては越境攻撃してくることを想定せず、そもそも陣地が存在しなかったのか。どちらにしても、ロシア義勇軍は国境を越えて前進しています。そして今話題になっているのは、このまま進撃が続くと、ロシア軍が保有している核兵器保管庫を制圧できるかもしれない。このことが話題になっています。ただし、ロシア軍は慌ててこの保管庫から核兵器を持ち出していると一部報道が出ています。もはやこの地域が占領されてしまうと考えたのか、それともあくまでも万が一に備えてかはわかりません。どちらにしても国境に近いわけですから、このような場所に保管をし続けるその神経こそがあまりにも状況を甘く見ていたということでしょう。ちなみにこちらが自由ロシア軍の旗。自由ロシア軍はインターネット上で戦果の報告を行っています。国境の警備施設をやすやすと突破できたよといったことも写真で報告しつつ、ロシア側の守っている人たちが逃げ出したために装甲車両を簡単に鹵獲できたなどという話もしています。そして鹵獲した兵器は早速それらに乗り込んで前進を始めています。それでは現在のところどのぐらいの進撃をしているのか見ていきましょう。一応ロシア側にも守備部隊はいたようなのですが、この戦況マップに反映されているようにあっという間に後退していったようです。今回の越境攻撃をしているのはロシア人で構成された反プーチン政権派の人たちだとされています。自由ロシア軍団やロシア義勇兵団の人たちです。これらの人たちの最大規模は4000人程度だとされていて、実際の戦闘に今加わっている人たちはその中でも最大で1000人程度だとされています。ここでポイントなのは、ウクライナ軍が越境攻撃したのではなく、ロシア人による攻撃だという点です。現在のウクライナは欧米各国から軍事支援を受けている状態ですから、渡された兵器の使い道などには基本的には制限がかけられています。例えばロシア本国に対する攻撃には使わないでくれといった規制が代表的な例でしょう。ですからウクライナの正規軍が越境攻撃をすると、このような軍事支援に支障が出る可能性があります。ですから今回はロシア人で構成された反プーチン政権派の人たちによる攻撃だというのがウクライナ政府の立ち位置です。彼ら自由ロシア軍団の主張としては、そもそもウクライナは友好国であり、友好国を侵略するプーチン政権には
さっさと潰れてしまえという主張を行っています。こうした主張がロシア国内にどれだけ響くかについては現在のところわかりませんが、少なくともウクライナ側に立って戦っている以上、彼らはプーチン政権に対する反対姿勢は本物だと言えます。そしてこのようなロシア人同士の戦いというのであれば、これに対して欧米が文句をつける理由はありません。このような武装集団が活動できる、それに伴って今回の作戦が始動されたわけですが、このようなことが起きるとはおそらくはロシア側は想定していなかったのでしょう。そのため、現在動画を作成している時点においても、この自由ロシア軍団の越境攻撃は現在もなお継続中だとされています。ベルゴロド州の知事は、現在でもなお各市において戦闘が継続的に行われており、これらを撃退することができていないという話をしています。ロシア本領を占領した状態にあるわけですから、本来であればロシア軍の猛烈な反撃にあって、被害が拡大しないうちに撤退するというのが一つのシナリオなわけですが、現在のところロシア軍の動きは非常に緩慢で、そのため軍としての数として十分ではないこの攻撃に対して非常に対応が遅れている状況です。ただ、今回ロシア軍の反応が非常に鈍いことから占領している地域が少しずつ広がっているような状況なわけですが、おそらくは事前想定されたシナリオとしては、このような占領状態を長期的に維持することはあまり考えていなかったはずです。あくまでも守りの薄い部分を作ることによって戦果を上げ、それに伴ってロシア軍の対応を引きつける、いわば陽動であったり、今後無駄にこの地域に戦力を張り付かせるための注意を引くための攻撃だったという可能性が高いのです。しかし、そのような短期の作戦であったとしても、非常にここを狙った理由というのは、複数あると考えられます。まず第一に、その地域に流れている川を使って、ある程度少ない領土ではあろうとも占領状態を維持し続けることが可能かもしれない区域へと自由ロシア軍団は進撃したのです。川にかかっている橋を落としさえすれば速やかに戦車が出てきたとしても少ない兵力でこの地域を戦闘地域にし続けることが可能かもしれないのです。そして全体を総括して考えた場合において越境攻撃してきた部隊の数それ自体はあまり大規模なものではありません。ですから今回の攻撃はまずはロシア軍が場所によっては簡単に打ち破れるぞといったことを示すためのいわば恥をかかせる意味もあったでしょう。それでいて反撃が強く出れば国境に近いところですから速やかに撤退し被害を最小限に抑えることができます。しかも1回成功したということは次もあるぞと匂わせることができるわけでこの地域に無意味に多くの戦力を張り付かせるといったことも今後十分に役に立つでしょう。そして今回このように越境攻撃して町まで自由ロシア軍の進撃を許したわけですからこの責任問題もロシア軍内部において必ず上がってくることでしょう。今回は国境の町グロイボロンスキーという場所だったわけですが同じような手法を使ってここからもあそこからもと次から次と弱いところを突くことができれば一箇所だけではなく他の箇所においても前線の多くの場所に部隊を配置しなければならなくなるでしょう。このあたりは部隊を配置すれば配置するほど補給の負担が発生しますからウクライナ軍としては主導権を握る一つの作戦の一つだったと見られます。そしてその狙いは今のところ成功しているようです。というわけで今回はウクライナ・ロシア国境に新たな動き、ロシア人で構成された反プーチン政権派の人たちが越境攻撃を行い街を占領したと見られます。ロシア軍の本格的な反撃が行われれば、おそらくこの人たちはさっさと逃げ出して、また次の機会を狙うでしょう。しかしそれが今後続くであろうゲリラ攻撃みたいなものの始まりだとしたら、初手は大成功だったと言えます。というわけで今回の動画はここまで。ここからは最後に一つ余談です。ここ最近私の喉の調子が悪いという話をちらっとしたのですが、今日は本当にひどい状態になっています。ちなみにこうした喉の調子が悪くなるというのは、間隔は長いものの時々やってくるものです。というのも私の場合だと扁桃腺肥大というのがあって、それが原因と見られるような発熱であったり、喉の不調といったものが、1年に1回か2回ぐらいはどうしてもやってくるのです。昔であれば扁桃腺肥大というのは切除することもあったそうなのですが、近年ではそうした切除するよりも、基本的には対症療法でなんとか乗り切る方が良いとされています。というのも、切除する手術というのはどうしても、その後の影響が長く続きますから、扁桃腺を理由とした発熱症状などが頻繁に出ないようであれば、その都度対応した方が基本的には体への
負担が少ないという考えられるようになってきたからです。ただ私の場合だとどうしても喋れない時というのは全く動画が作れないといったこともあるので、こうした喉の調子があまりにも悪い時には誰か別の人に喋ってもらうなんていうことも試すかもしれません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。